皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。この寄せ植え、何の寄せ植えだか覚えていますか？去年の9月に寄せ植えしたマクドガリー×ラウレンシスの寄せ植えです。小さな株はポットに植え、葉差しもしていましたが、このブリキ缶の寄せ植えにスノープリンセスを植えたのは大失敗でした。ということで今日はこの伸びすぎたスノープリンセスを根元からすべて抜いていこうと思います。ピンセットで根元をつかみ、ぐっと力を入れると根が張りすぎていて途中で切れてしまいました。根が残ってしまっているので、またスノープリンセスが生えてきたらカットしようと思います。ちなみにこの寄せ植えは作業台の上で雨ざらしになっていた寄せ植えになります。雨ざらしにしていたおかげで、というか雨ざらしにしていたせいで、こんなにスノープリンセスが伸び放題になってしまいました。これでは下のマクドガリー×ラウレンシスも成長できないので、ちょっとかわいそうですよね。冬の寒い時期にはキュッと引き締まっていたこのスノープリンセスも、春になり成長スイッチが入り、一気に伸びてこんなになってしまったんですよね。半分抜いただけでもこんなにすっきりしました。そして今抜いているこのスノープリンセスも後でまた別のポットに植え替えしていく予定です。そういえば畑の桜の木の下に植え付けていたセダムも気になりますよね。他の多肉も気になるので、後で様子を見に行ってみましょう。このスノープリンセスを抜いたら最後です。すべて抜き終わるとこんな感じです。スノープリンセスが生えていたところはぽっかり穴が開いてしまっていますね。中心のマクドガリー×ラウレンシスも中心のマクドガリー×ラウレンシスも小さな株のままでした。まずは畑に植え付けたセダムの様子を見ていきましょう。この場所に植え付けしてから約1ヶ月後の様子です。セダムがどこに植わっているのか近づいてよーく見ないとわからないほど、まだ紅葉はしていますが、穂先が少しずつ緑色になってきています。そしてこの時に植え付けしていたのがパンジーとマクドガリー×ラウレンシス、そしてピーチプリデ、ルビーネックレスも地植えにしました。この時は小さな苗を植え付けて少し心配していましたが、植え付けしてから約1ヶ月半でここまで成長しています。パンジーの上に桜の実が落ちて可愛いトッピングになっていました。この日は新たにルビーネックレスを植え付けています。これは以前ご近所さんにいただいたおぼろ月です。セダムもこんなに青々として茂ってきました。そしてスノープリンセスの他にも少し葉の薄いセダムが混じっていますが、フイリパリダムです。小さかったパープルフェイズも少しずつですが確実に植えてきています。先ほど植え付けたルビーネックレスですが、実はご近所さんのこの花壇からカットしたものになります。この花壇も去年の4月頃から少しずつ多肉を植えさせてもらい、1年でここまで多肉を増やすことができました。このルビーネックレス10円にするととんでもなく増えるということで、前回も少し畑に植え付けしたんですが、雑草を生やすぐらいならルビーネックレスを増やそうと思い、今回植え付けしてきました。
こを見るとスノープリンセスよりも圧倒的にルビーネックレスの方が成長が早いです。ご近所のお母さんにいただいた七福神も元気で何よりです。鉢で育てていたアジサイも地植えにしてもらい、新しい葉がたくさん出てきています。はい、庭に戻ってきました。このポットのセダム、元気に育っていますよね。実はこのセダム、寄せ植えに使って、あとは土を処分しようと思っていたんですが、土を処分せずにそのまま置いておいたら、いつの間にかセダムが復活して、またこんなに茂ってきました。隣のプラグトレイのセダムやベニチゴも少しずつ増えてきていますね。その中でもやはりこのレッドベリーはなかなか増えてくれず、今年こそはたくさん増やしたいと思っている多肉です。このパープルフェイズはほっといても増えてくれるんですけどね。ベニチゴの花も可愛く咲いています。ミルキーウェイにも花芽がたくさんついてきました。そしてこのプラグトレイの多肉たちは、実はこのトレイのまま雨よけにビニールハウスの一番下に入れておいたら、そのまますっかり忘れて1ヶ月以上もほったらかしにしていたので、こんなにスカスカになってしまっています。去年はビニールハウスに入れて冬越ししていたブローメアナも今年は外に出していたため枯れてしまっています。せっかくなので先ほど抜いたスノープリンセスをこのポットに植え付けしていこうと思います。セダムを植え付けるときに茎を短くカットしてもしなくてもどちらでも大丈夫です。セダムは茎のあちらこちらから根を出して横に広がって成長していく植物なので、土に刺してたっぷり水をあげればたくさん増えてくれますよ。ただ梅雨の時期、あまり葉が密集していると蒸れやすくなり、下の茎がすべて樹れてしまうなんてこともあるので、風通しは大事です。それでも穂先が元気なら、その穂先を新しい土に刺してあげるだけで、また元気に復活してくれます。セダムにはたくさんの種類がありますが、寄せ植えには欠かせない多肉の一つなので、この時期にたくさん増やしておいてあげてくださいね。そして虹の玉やパープルフェイズなどのセダムは葉差しでも増やすことができるので、ぜひ挑戦してみてくださいね。そして私が今までセダムを育ててきて思ったことは、セダムはカットして新しく植え替えた方がよく育つということです。カットすることで茎から新しい根が出て、それで勢いが増すといった感じでしょうか。このポットも茎が伸びて外に飛び出してしまっている部分はカットして新しく土に刺しておきました。少し詰めすぎてしまったようですね。これはまたセダムが伸びてきたらカットします。2ポットに植え付けしたセダムですが、まだ少し残りがあるため、新たに1ポット追加で持ってきました。はい、ということで今日は勢いよく育っているセダムをカットしたり植え替えしたり、また畑のセダムや他のセダムの様子を見ていきました。いかがだったでしょうか。まだ他にもセダムはいろいろ種類があるので、次の機会にまたそちらもご紹介していきたいと思います。そうそう、昨日から少し気温が下がり、肌寒いというよりは寒いぐらいの
広島ですが、先日ダイソーで購入してきたこの多肉たち、寒さで少し紅葉しています。この時期に紅葉が増すというのにはちょっとびっくりしました。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。